乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんです。せーの、カミングスーン。カミングスーン。本日の企画発表してください。参りましょう。35枚目シングルヒットさあということで4月の10日発売されます35枚目シングル「ギャオス内藤」。ずいぶん我々世代の抑えのいいピッチャーでしたよね。ギャオス内藤さんの歌ですか？秋元さんが狂っちゃったのかな。ギャオス内藤。ごめんなさい、チャンスは平等。あ、全然違う。ねえ、言った時みんなもピンときたな。何を言ってるんだって。俺もなんだろうと思ったんで、山下ねセンターで、まあ卒業これはシングルになりますね。そうですね。最後か。これもう一人でなんかやってきたらしいですよ。そうですね。一人で今回行かせていただきました。全員じゃなくて山下だけでやったの？35枚目シングルヒット祈願。なんだ？はい、今回大阪まで来ました。今回ヒット祈願に挑戦するのは5月で卒業となるセンター山下だが、真夏さんとかが車でやったりしたじゃないですか。あ、そっち系。アクションぐらいのレベルの何かやりたいなとは。あんなのやりたいんだ。そんな思いがあった山下が挑戦するのはでんサーカスで122年の歴史を誇る木下大サーカス。その公演の大トリとなる花形の演目空中ブランコの一発成功に挑戦。お客さんも見守る中、本番一度のチャンスで高さ13メートルの台から飛び出し空中ブランコ成功に挑む山下大サーカスヒット祈願。今回最後ですしね、私もヒット祈願最後だし、もう乃木中も残り少ない登場となるので、頑張ります。不安だらけの山下大サーカス、その成功の見込みを聞いてみると、成功確率はだいたいまあ50人挑戦されたらまあ2人ぐらいとか、女性の方で成功されたっていう方はちょっとここ何十年かいない。今まで数々の難題に挑戦してきたシングル発売ごとのヒット祈願。今回はその歴史の中でも圧倒的最難関。今回山下が挑戦するのはこの手飛びと言われる演目。地上13メートルの台からタイミングよく飛び出し空中でジャンプ。反対側の人にキャッチしてもらえたら成功。まずは地上で6キロのバーを持ち飛び出しの練習から始める。そんな重いんだ。でこの状態から出ていくわけですね。はい。これが一番大事です。タイミング。ワイヤーがついてるんで、それがたるんでしまったりしてガシャンと落ちたらこの握ってる手がパッとちぎれてしまうので。ちぎれるってなんかその手の皮がですね、こうベロッと。なんですかそういう方。僕らの手もこれぐらい多分5層6層ぐらいになってるので、ずっと練習してたらこう抜けてしまうとありますので、練習時間はあまり長くできない。手が持たなくなる。そうだよね。今回本番に向け体力温存も必要なため練習は短期集中で行う。なるほど。練習もそんなできない。ああそうですね。いいですね。いきます。1、2の3。はい。もう一回いきます。これが一番大事なんで一番練習します。だいたいこの出る誤差が許されるのは 0.2 秒ぐらいしか許されない。もう本当叩かれた瞬間にストッと。怖いわ。わずかなミスも許されない飛び出しのタイミングを体に叩き込む。そうだよね。躊躇したらタイミンそしてグ合わないもんね。成功の鍵となる空中姿勢とジャンプの練習へ。ここからタイミングよく足を出す。これを取る。これむずいわ。こういう風に大きくなっていきます。本番の指の大きさはこれぐらいです。ここから実際に飛びますね。はい。いや結構あるよこれ。うわ。いや。いいですか。台なくしますよ。はい。いや怖いよ。はい。まずぶら下がってる感じはどうですかね。
いやもう手が限界。パパでスイングしようか。足引っ張ろうか。いきますよ。離しちゃいそう。あ、むずいな。結構限界です。はい、じゃあ前で降ります。前で降ります。はい、そうです。全然筋力がないんですけど、どうしよう。一発勝負なんで、最初乗り切ってスイングできたら、あとはね、ここまで来て手を離すという動きになるから、最初乗り切る。離すのね。わかりました。プレッシャーを全背負わなきゃいけない立場なので。本当に気が気じゃない。3日4日前ぐらいからずっと胃が痛かったです。手が離れそうな感覚ないですか？大丈夫ですか？最初みたいに。あ、そうですね。なんか慣れてきました。ちょっと徐々に慣れを見せる山下だが、空中ブランコにはある大きな不安が。めちゃくちゃ上でやんだよこれ。高い。いや、私本当に絶叫とかそういうことよね。本当にダメで、マジ？バンジーとかが一番嫌で、バンジーとスカイダイビングがもう罰ゲームとかそのハードな企画史上一番嫌で、今まででも避けてきたんですよ。バンジーもスカイダイビングも。この12、3メーターっていうのが人間が一番恐怖を感じる高さで、ここから上ってもうほとんど変わんない。高いところが大の苦手だと語る山下。こんなの見たことない。高さに慣れるため2メートルほどの練習台に登ってみると、いや2メーターでも怖いよ。いや怖いよ。うわ怖い。怖い。あれ6キロもあんだね。怖い。怖いね。いや怖いよ。怖い。まあ3メーター近くあんだもんな。この高さでも足がすくんでしまい、下を見ることすらできない。これでちょっと怖いと思ってやっぱり成功率はタイミングが本当に低いですし、多分なんならヒット祈願史上多分一番成功率が5%とか多分そんぐらいですもんね。そんなむずいの？絶対できるみたいな気持ちでは挑戦できないんですけど、でも今回のやっぱシングルのタイトルが「チャンスは平等」という曲だし、できる可能性はあるわけだから、もうそこにかけて、で自身もやっぱり最後ですし、なんか自分の全てを出し切って本気で挑戦をちゃんとしたいなと。ブランコやるとはな。本当だよ。この次飛びますよ。はい。おすげえすげえ。はい、出して飛ぶ。はい、そうそうそう。おー、いいですね。こんだけ距離伸びた。あ、これでいいかな。こんだけ距離伸びた。すごい。さっきここだったのが今ここだから。ここの進歩。この進歩すごい。す掴まれやすい。やった。ごい今日練習した中ではすごくいい形になってきて。今日やん。よかった。今日です。マジ？ちょっとだけ希望が。練習見た中では、今までチャレンジしてきた女性の中では、はい。すごくセンスを感じます。いいぞ。ですので、はい。最初乗り切ってしっかり真ん中通り過ぎてはい。手を離せれば可能性がどんどん広がってるんで、お。僕は期待してます。ありがとうございます。先生のお墨付きはもらったが、この後はぶっつけ本番。山下にできるのは本番の100分の1の高さの台から繰り返し降りることのみ。マジか。その高さ経験しないの？あ、一回も見れないんですよ。本番で初めて一回見たいよな。見る高さ。キャッチの方の練習とかやってないじゃん。ね。どの感じでいくかとか。やってないんですよ。もう本当だよ。本番で飛び出す13メートルの高さを一度も経験できない恐怖を抱えたが、木下大サーカスは開演。山下が参加する空中ブランコショー、サーカスの一番の見せ場で大トリ。あれもやってんだよ。ほぼ満員、1500名の観客が入り、大興奮のステージは進行していく。そして山下の出番まであと10分。テント裏で最終チェックを行う。マジもう行くの？1メートルぐらい飛ばないと届かない。そうですか。話せてない。山下来るって知らないの？知らないです。何も。逆に言ってほしいよね。その場で。出番が目前に迫り、山下も最終スタンバイに。うわー怖い。
マジよくこれ協力してくれたな。山下美月さんです。よろしくお願いします。じゃあそちらの方で。サーカスの舞台に出るってすげえな。出てきた。やべえ、連れてかれてんじゃん。1500名の観客が見守る中、ついに空中ブランコショーがスタート。ありえないです。びっくり。本当に。もういるの？どこにいる？いない。ステージのさ、その感じも教えてくれた。山下出てきた。すごい経験。空中ブランコに挑戦される方がいらっしゃいます。紹介。本日の挑戦者は乃木坂46の山下美月さんです。ここで発表された大拍手だ。舞台に飛び出した山下だが、この後最初の関門が。これ自分で上がって本当に絶叫とかそこも初めてで本当にダメで。そう、13メートルの高さまではしごを使ってすぐに登らなくてはならないのだが、皆様盛大な拍手で応援よろしくお願いします。いや超怖いけどもう怖いとか言ってらんないな。いや超怖い。ありえない。恐怖をこらえてはしごを登り、13メートルの空中ブランコスタート台に初めて到達。そしてここから空中ブランコショーが開幕。全ての観客が笑顔で楽しむ会場で、高さへの恐怖と距離との緊張で目がバキバキモードに突入の山下。そしてショーが一番の盛り上がりを見せたところで、山下大サーカスに出番が。いやー成功してほしいね。本日の挑戦者の登場です。緊張する。乃木坂46山下美月さんです。これも緊張する。すげえな。一発勝負？すげえ。皆様盛大な拍手で盛り上げないでほしいな、こんなに。大観衆を前に気丈にも笑顔を見せたアイドル山下だが、初めての地上13メートルの風景と不安定な15センチ四方の台に乗る恐怖に体中の震えが止まらなくなる。いけ、成功しろ。すげえ応援してくれてんじゃん。いけ、成功しろ。山下美月さんの挑戦です。もうやばいね。最後ですし、自分の全てを出し切って本気で挑戦をちゃんとしたいなと。乃木坂46在籍8年の集大成としてチャレンジする山下大サーカス。全てを出し切る本気の挑戦。ヒット祈願空中ブランコは成功するのか。乃木坂46山下美月さんの挑戦です。よっしゃ、お願いいたします。どうぞ。大丈夫だろう。緊張する。頑張れ。どうぞ。嘘だろ？何してんだよ。残念です。おい、手が離れてしまいました。嘘、終わり？空中でジャンプする前に落下してしまった山下。離れちゃうよね。飛び出しの加速に腕が耐えられずバーを離してしまい無念の失敗に。乃木坂46山下美月さんでした。ありがとうございました。観客には笑顔で挨拶し無念のショーを終えた山下だったが、これは悔しいわ。あれ？あれ？泣いてんじゃん。怖い。あ、怖い。怖かったのと悔しいのと。確かにあれやるしかないよ。珍しいじゃん。人生で一度も経験したことがない高さへの恐怖。
練習で掴んだタイミングを生かす余裕は全くなく手を離してしまったという山下。スタート台で恐怖に打ちのめされながらもセンターとしての責任感からなんとかその一歩を踏み出していた。そこ難しいんだね。人生で一番怖かったです。恐怖とその悔しさからコメントもできなくなってしまう山下。残念ながらここでヒット祈願は終了と思われたが、はい、いいですか？大丈夫です。はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。山下は再び戻ってきた。戻ってきた、行け。このままでは終われない、もう一度やらせてもらえないかと自ら志願。公演終了後、お客さんはいないがもう一度だけ飛ばせてもらえることに。なんか嫌な気持ちでは帰りたくないなと思って、もちろんなんか成功することが全てじゃないと思ってて、失敗しても多分本当にこう前に出ることがすごいって言ってくださってたので、ちゃんとそのなんか挑戦したっていう事実を大事にしたいなって思ってます。頭が真っ白になり手を離してしまった1度目の空中ブランコ。もう二度と同じ場所には立てないと思われたが、このままで終わりたくない。いつどんな場面でも最大限挑戦をしたと言える自分でありたい。今まで数々の無理難題に挑戦してきたシングルヒット祈願の歴史。そこでメンバーが見せてきたのは成功する姿だけではなく自分の限界に挑む姿。もう一回チャレンジされるんでよろしくお願いします。覚悟を決めた山下は自分と向き合い恐怖に打ち勝つため2度目のジャンプに挑む。やったから大丈夫。やっぱ聞こえな、震えてんね。左足が。いや、怖っ。あれ本番の時より下がよく見えちゃう。一回離していいですよ。どうしよう。ごめんなさい、本当に。いいんです、いいんです。大丈夫です。はい、ゆっくり降りましょう。そうなんですよ。怖くなくなることはないので。そうだね。どうしよう、怖い。さっきより怖くなっちゃう。お客さんがいてあの勢いで行っちゃうからいけるんですけどね。恐怖が再び頭を支配し涙が止まらない。もう無理だったらもうやめましょう。ああ、頑張れ。でも山下これやるだろう。やはりもう二度と飛び出すことはできないのか。いけ。いけます。よし。はい。よっしゃ。一度は打ちのめされた高さに再び向き合い、それでも挑戦することを選んだ山下。そう、怖い怖い。はい、それでは流れていきます。頑張れ。はい、よろしくお願いします。でもいいからいけ。乃木坂46の山下美月は最大限挑戦する自分でありたい。その信念を胸に2度目のジャンプ。果たして結果は。手離すなよ。いけ。はい、行きますよ。上に上げて。1、2、3、はい。よっしゃ。よっしゃ。手が離せないか。ああ、よく出た。でも何？これは手離せなかったってこと？今度はしっかりバーを掴んで飛び出した山下。支えた自分を。空中姿勢もよくタイミングよく手を離せば成功の可能性も見えたが離せないか。今度は惜しくも失敗。むずいんだね。ああ、でもよく出た。あ、今度は滑らなかった。心配しました。ああ、また泣いた。悔し涙か。怖さか。再び言葉にならず涙がこぼれ落ちる。だが恐怖に立ち向かい2度の挑戦を行った山下。成功には届かなかったが人生最大の壁にも逃げずに戦う姿を見せてくれた。あら、
なるほど、ということで成功はなりませんでしたけど、チャレンジして珍しいね。山下はこんなに泣くなんて最近ではね。自分自身そのジェットコースターとかも絶対自分では乗らないぐらい苦手なんですけど、なんかもうほんと8倍ぐらい怖くて、あの高さ怖いよね。でも本当にサーカスの皆さんとか本当に優しくって、こう2回目も挑戦させてくださったりとか、本当にびっくりしました。あんなすごいことやってらっしゃるんだなと思って。佐藤楓どうですか？あの高さでお客さんの前でやるって、もうその勇気がもうすごすぎて、なんかあんなに弱々しくなってる山をあんまり見たことないというか、本当にすごい恐怖に打ち勝ったんだなって。坂口。でも山下よくやったよって心から思いました。ね、でも悔しいな。悔しいですね。なんかもう何も別にできてないので、ちょっとなんかまたやります。卒業まで時間ないでしょ。そうですね。別にもう頑張った方がいいよね。頑張った。空中ブランコじゃなくてってこと？そうですね。なんかで消化します。ね。そんな山下の気持ちを汲んで乃木坂の未来につながるロケが決定。その内容は一人なら踊りなよ Get down, get down わけありなロンリーナイト何かを決めたんだろうね不安になることなんかないさ Get down, get down グルーブへ飛び込め Yeah 勝手に体が動き出すよステップを踏みながら新しいワークスそこにある愛の本の湯の今日までの経験が未来へのチケットが Coming soon 君も僕もチャンスは平等自分を信じてただじっと待てばいい君も僕もチャンスは来るんだ周りの人と比較したってしょうがないなななな自分らしく Get down, get down Get your groove on step to it, Get down, get down 1, 2, 3, get into it 君も僕もチャンスは平等自分を信じてただじっと待てばいい君も僕もチャンスは来るんだ周りの人と比較したってしょうがないなななな高いのダメな人いる？じゃあこのメンバーでいこう今もう早く下ろしたところでもう取れてるからもう一回ちょっと上げてみいやいやもう取れてるから35枚目シングル収録「シャドウ川夏桜」の MV 公開中。本日よりアンダーライブのモバイル先行受付開始。山下最後のキャンペーンは乃木坂への感謝と未来のために都内をたった一人で大移動。果たしてその結末は？
井上凪です。朝トッポギを食べたらむくみました。チャンネル登録よろしくお願いします。